皆さんどうもこんにちは。文系アクアリストのハテナです。はい、ということでですね、今回はとある製品のご紹介をしたいと思います。で、先日アクアリウム大学さんの動画でもご紹介されていましたとあるバクテリア剤をご紹介したいと思います。アクアリウム大学さんといえばアクア界のプロ中のプロ、そんな方が実際に使ってみてよかったということでご紹介をされていました。そんなおすすめの製品なら買うしかないということで早速買ってきました。それがこちら、バイオダイジェスト淡水海水療養です。アクアリウム大学さんはバイオダイジェスト7をご紹介していました。ほぼ同じだろうとこちらを購入しました。というかこれしか手に入りませんでした。正直調べてもあまり違いが分かりませんでした。まずは少し説明をしておきましょう。製品名バイオダイジェスト、最適な生物ろ過サイクルを作る生きた消化繁殖化バクテリア、品質が劣化しないガラスアンプルに入っており淡水海水療養です。そしてなんとこちらメイドインフランスです。いやもう普段ねメイドインチャイナに慣れている私としては非常に新鮮です。次にこちらの効果です。消化バクテリアの働きにより添加後すぐに生物ろ過が開始されます。繁殖化バクテリアの働きにより水中内の硝酸塩濃度を減少させます。硝酸塩、リン酸塩を水中から取り除き、ヒゲ状の苔の広がりを抑えます。病原菌の増殖を抑え、病気に対するリスクを減少させます。姉妹品のバイオトレースもしくはバイオプティムを併用することで水質浄化スピードを最大10倍まで高めることができます。とどのつまり苔の発生を抑えて水質を良くするって感じです。いやなんかすごそうですよね。でこれを2週間に1回添加するといいらしいです。ちなみに金額は6本入りで2400円ぐらいとまあ高い。私は2週間に1回っていうのはちょっと無理です。では実際にこちらのバクテリア剤を使っていきます。まずはこちらの60センチスクエア水槽です。立ち上げた中では最新の水槽で状態は結構いいです。ただガラス面に目をやるとうっすらと苔が見えますね。だいたい1週間ぐらいでこれぐらいの苔がうっすら出てきます。続いてはこちらのマルタ流木水槽、リセット最有力の候補の彼なんですが、水上のレディッシュがとどまることを知らないんですよね。また水中に目を移すとどうやらヤバそうな苔が発生しています。これ多分サンゴ状苔が発生していますよね。この苔は放置していたら結構ヤバいという噂があります。でお次はこちらのナチュラルブラックウォーター水槽。こちらも一見綺麗ではあるんですが、ご覧ください。こちらの水面、そう油膜です。水替えして1週間でこんなに油膜が出てしまうんですよね。今のところ特に影響は出ていませんでしたが気にはなります。で油膜についてはこちらの水槽だけではなくこっちにも油膜。こちら30センチキューブはつい水替えをしすぎてしまうのかエアレーションの泡が残ってしまっていますね。でさらにこちらの水草の成長が手をつけられなくなってきた60センチレギュラー水槽。これはこれで美しくはあるんですが、こちらはさらに濃い油膜が発生しています。こちらも1週間前に水替えをしたところなんですが、ちょっとこちらの方が深刻かもしれませんね。でこちらの水槽のガラス面はこんな感じ。緑の苔がポツポツ出ていますよね。ガラス面は1週間前に水替えとともに清掃をしております。とさすがにちょっと対策をしたいと思っていたところです。でこちら苔と油膜に効くとの情報があるようです。ただ私自分の目しか信じられないと。決して疑っているわけではないんですけれども、実際に自分の水槽でも試してみたいと思います。美しいですね。そして高そうですね。これ6本2400円です。このようにガラス容器に入っているから劣化しないんです。使用後の処分は若干めんどくさそうではあります。この小さな容器一つで1000リットルまで対応するようで、近づいてみると少しなんか個体が入っているのがわかります。このチューブの切れ端で先端をポキッと折るようです。ガラス製品などで手を切らないようご注意ください。では添加をする前に掃除と水替えをしておきます。条件は同じにしないといけませんので、1週間前と同じく全ての水槽のガラス面掃除と水替えのみにしておきたいと思います。ということで掃除と水替えが完了しました。今回は5台の水槽に添加してみて変化があるかを見てみます。こんな感じでエアチューブの切れ端を白いラインに合わせて
はい、こんな感じで簡単に折ることができました。で、このままこちらの水槽にひっくり返して入れる、いや入らない、ここでアクアリストとして恥ずかしい勘違いをしていました。片方だけ折っても圧がかかっていて出るわけないですよね。もう片方も折らないと出ません。サイフォンの原理とかなかなか文系には理解しづらいんですよね。アホみたいに振りまくっていました。で、再度説明書を見てようやく気づいたようです。はい、このように両端を折って出すことができました。まずはこちらの油膜がひどい30キューブに1本点火します。で、こちらのサンゴ状苔が生えていた水槽にもポトリ。こちらの油膜がひどすぎる60センチ水槽にもポトリ。で、こちらも油膜発生中のブラックウォーターにもポトリ。で、最後はこちらの60センチスクエア水槽にもポトリ。はい、貧乏人根性を見ていただいたところで残りは1本となりました。2000円分も入れちゃいました。それから1週間が経過しております。はい、その様子がこちら、特に何もいじってないので先週との比較をしていきます。まずはこちらのスクエア水槽から見ていきます。先週はうっすら苔が生えていましたが、はい、バイオダイジェスト点火後1週間、こんな感じです。いやー、これはまだまだ綺麗な状態ですよね。ピントを合わせようにも苔がなくて合わせようがない。これは効果ありということでしょうか。まだでも結論は早いですよね。お次はサンゴ状苔が出ていたこちらの水槽、点火後1週間後の様子がこちら。正直変化はわからない。サンゴ状苔を取ったので1週間ではちょっとね違いがわからないですよね。こちらはさらに時間の経過が必要です。お次はエアレーションの泡が残るぐらい油膜が発生していた30キューブ水槽、点火後1週間でこちら。泡が消えています。ということは油膜も消えたということ。これは効果ありだったということでしょうか。上から見ても油膜が出ているようには見えません。で、こちらは底面フィルターで管理しているため、水の大量換水でバクテリアに影響があったのかもしれません。何にせよ効果はあったということですよね。心なしかベタさんもちょっと嬉しそうな気がします。で、お次はこちらの60センチレギュラー水槽。前回はこんな感じで油膜の発生がかなりひどかったんですが、点火後1週間でどうなっているのでしょうか。あれ、油膜が。いや、こちらは残念ながら油膜は継続中でした。こちらも油膜がなくなっていると思ったんですが残念です。これはおそらくここが原因なのかもしれません。水上に飛び出しつつある水草たち、ちょうど水面ギリギリのところのせめぎ合いが油膜の原因かもしれません。バクテリア剤を入れても常に油膜の原因があったのかもしれません。ただガラス面には違いが見られました。前回はガラス面には緑の苔が点々とついていましたが、点火後はかなりマシになったように思います。まだうっすら苔がついているように見えますが、点火前と比べると差がありますよね。最後はこのブラックウォーター水槽。こちらも油膜が結構発生していました。こんな感じでなかなか汚い油膜が出ていましたよね。それが点火後1週間でこんな感じにめっちゃ透き通っています。いや、こちらは全く油膜がなくなってました。相変わらずブラックウォーターではありますが、水面は見違えるほど綺麗になりました。こちらは文句なしの効果ありです。というか、まさかここまで違いが出るとは驚きです。ということでいかがだったでしょうか。こうやって比べるとこれは効果があると言っていいのではないでしょうか。ただ私が立ち上げ時に使うバイコンも入れていたら、そう思うとですね、こちらの方が優秀かはまだ分かりません。ただ一つ言えるのは、これ確かに苔の抑制と油膜には効果があったということです。その分お値段は結構高めです。30本入りなど大容量だとチャームさんで4200円ほど。それを買えば1本140円とかなり安くなります。今回はお試しで買ってみましたが、今後大きいのを買うかもしれません。
バクテリア剤は目に見えないので効果は分かりにくいですよね。今回の検証結果で購入を考えられる方もいらっしゃるかもしれません。ただこれあくまで私の水槽での結果となります。私の水槽でも結果が出ないものもありました。ご購入の際はくれぐれも自己責任でお願いします。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。